こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、淡い色合いで綺麗なイラストですよね。今回は8月8日から9日にかけて上海で開催された GAF イラスト芸術祭で添削させていただいたイラストです。はい、こちらはですね、ルールちゃんの二次創作ですね。ルールは分かりやすく言うと、初音ミクのようなボーカロイドで2000年代のインターネット文化にインスパイアされたいたずら好きのコンピューターウイルスという設定が特徴的なバーチャルシンガーです。新しい雰囲気とノスタルジックな雰囲気の両方を持っているキャラクターなんですが、作者さんはね、そういった文脈もちゃんと理解されていて、ちょっとね、ドット絵っぽい雰囲気をハートに取り入れていたり、あとはね、背景にこういう昔の Windows PC みたいなあえて古めかしい UI を取り入れていたり、あとはね、こういう懐かしい絵文字とかも書かれていて、とてもね、全体的に可愛く仕上げられていると思います。はい、素晴らしいです。で、今回どこを添削していくかなんですが、この絵ですね、キャラクターがすっごく可愛く描けているのに、なんかいまいちキャラクターの魅力が全面的に伝わってこないんですよね。はい。なぜそういう風に見えてしまうのか。これは明確に2つの理由があります。皆さんどこだか分かりますか？ヒントは原因の一つはキャラクターに、そしてもう一つの原因が背景にあります。皆さんどこに原因があるのか予想しながら見てくださいね。はい。まずはですね、キャラクターの添削をしていきます。原因の一つを取り除いていきますよ。そしてもう早速大事なポイントを解説するんですが、女の子のキャラクターを描くとき、特にこういった決めポーズをとっているときはですね、顔の向きと胸の向き、そして足の向きをそれぞれ逆にすると不思議と見栄えがします。はい、今ですね、赤い矢印で方向を描くと顔は若干こっちを向いてますよね。で、胸もこっちを向いてますよね。そして足もこっちを向いてますよね。全部ね、同じ方向を向いちゃってるんです。自然なポーズを描くときにはもちろんこれでいいんですが、ことさらに可愛さを強調するようなポーズの時には顔はこっち、そして胸はこっちで、足はまっすぐ正面とかってね、それぞれ方向を変えてあげた方が可愛い仕草を強調することができるんです。さて、本当でしょうか？やってみましょう。はい、わかりやすくなるように一旦背景は非表示にしました。でね、今上半身だけをやってみたんですが、胸の向きをね、逆にしました。あとですね、若干ですが画面を大きく使いたかったので、両腕をちょっとだけ横に広げました。これによっても少し元気なニュアンスが増しますね。はい。あとですね、あらかじめ言っておくんですが、僕はこの絵を僕の絵柄で描き直したりはしません。はい。そこまでね、手を入れなくても十分に魅力のある絵だからです。変形とかね、ちょっと部分的に直したりすることで圧倒的に見栄えがする絵にできますので、ちょっとした変化で見栄えがアップすることを楽しんでみてくださいね。はい、じゃあですね、腰の下も少し修正していきましょうか。やってみます。はい、腰の下も上半身につながるように調整しつつ、足の向きを正面に見直しました。どうでしょう？徐々に動きが生まれてきたのがお分かりいただけると思います。それとですね、このキャラクターは全体的に淡い色合いで描かれているので、基本的に陰影は薄くてもいいんですが、色がね、薄すぎて若干背景にキャラクターが負けていると感じる部分もありますので、少しだけね、影色を濃くしてあげてもいいかもしれません。ほんのちょっとです。はい、こんな感じです。もうほんのちょっとの調整ですが、影が濃くなるとキャラクターの存在感がアップします。自分でね、絵を描いていてなんか存在感薄いなと思ったら、キャラクターの影を濃くしてみてください。それだけでも存在感がアップしますよ。さて、後ろ髪の調整に行きます。後ろ髪はね、基本そのままでもいいかなと思ったんですが、こんな感じでもいいかな。はい、背景がですね、
結構賑やかなので、この辺の髪の毛の流れの線は省略しちゃってマットな仕上がりにしてもいいかなと思いました。あと髪の毛のこう流れなんですが、こんな風にこうシンメトリックにしてしまうと動きが感じられなくなっちゃうので、少しだけどちら側かに流してあげた方がキャラクターに動きが生まれていい感じです。あとですね、これ一応元のキャラクターがいるのでルールちゃんの特徴を捉えるのであればってことなんですが、はい、こんな風にですね、目は若干つり目にした方が本人に似るかなと思いました。ただね、ここは描く人の好みなので、どちらでもいいです。はい。でね、目を描くときにちょっと注意してほしいのは、目って無意識に自分の目に似るんですよ。なので、優しい目をしてる人は優しい目を描きがち。釣り目の人は釣り目を描きがちです。もうおそらくね、この絵を描いた人は優しい目をしてるんでしょうね。そういう人はね、釣り目を描くのが苦手だと思うので、釣り目のキャラクターを描くときにはね、自分が思ったよりも釣り目にしてみてください。はい。ただね、この絵からあなたが優しい人であることは十分にね、伝わってきました。あとすごく細かい点なんですが、もっとキャラクターを目立たせたい場合、髪の毛に明るい色を入れると効果的です。はい、このように前髪の部分に明るいハイライトを入れてあげるとキャラクターに自然に目が行くようになります。あとですね、すっごく細かいんですが、口の線とかも強調してあげると表情に目が行きやすいんですね。ほんのちょっと濃くするだけです。ほんのちょっとです。やってみます。はい、もうこの程度なんですが、ほら結構ね変わるでしょ、印象。はい、それとね、ポーズを変更したのでリボンの位置が変になっちゃいましたね。リボンを少し調整していきましょう。はい、こんな感じ。そしてこれが最後。これ結構大事なんですが、この絵ですね、何が一番気になるのかというと、キャラクターが背景にね、こう埋もれちゃってる感じがするんですね。そうならないためにどうすればいいのかというと、こうしましょう。はい、特にですね、この一番外側のラインなんですが、キャラクターの一番外側の線、輪郭線をしっかり太い線で強調してあげるのが効果的です。あまりにもね、太い線だとそれはそれで浮いてしまうんですが、この絵の場合は背景が結構賑やかなので、しっかりとした輪郭線で強調してあげると、キャラクターが背景に埋もれずにいい感じになると思います。さて、キャラクターの調整は完了しました。次は背景ですね。一旦調整前の絵を見てみると分かりやすいんですが、この絵がですね、キャラクターに目が行きにくい一つの原因として、背景のこの四隅にあるキープアウトのテープがあります。このテープ、黄色と黒の配色になっているんですが、黄色と黒ってですね、実は警戒色って呼ばれるものすごく人間の目を引きつける色の組み合わせです。ほら、スズメバチとかを見た時に、うわ、やばいって本能的に警戒するでしょ。あれはスズメバチが警戒色だからです。その目につきやすい警戒色が画面の四隅に配置されちゃっているんです。それが原因で目線が外側に分散しちゃって、キャラクターからね、こう離れちゃってるんですよね。これがもったいないです。そういう時にはどうすればいいのか。こうしましょう。はい、四隅に分散するんじゃなくて、うまくキャラクターに絡めていきましょう。まだ一部分だけのね、調整ですが、目線が真ん中に集まっていく感じがわかると思います。奥側のテープも調整してみましょう。どうなるでしょうか。はい、どうでしょう。テープを端っこから真ん中に貼り直したことで、目線が中央のキャラクターの方に戻ってきた感じがお分かりいただけるのではないでしょうか。ちょっとね、黄色だけだと単調だなっていう時には、補色の青色とかをうまく使って画面に華やかさを足してあげてもいいです。はい、こんな感じ。そして色々と調整したので、背景に書いてあった可愛いハートマークが
ほとんどね隠れちゃいました。手前に持ってきたいと思います。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて見比べてみましょうか。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。最初と最後見比べてみると、ほら、キャラクター自体を全く書き換えたわけじゃないのに、目線がキャラクターにこう集まって、よりキャラクターの元々の魅力を引き立てているのがお分かりいただけると思います。もともとね、描けていた絵の可愛さに気づきやすくなった感じありますよね。このようにですね、絵が上手くなるっていうのは必ずしも描写力だけではなく、実はね、演出としての知識も非常に大事です。ぜひね、今回の添削を参考にしてご自分の絵を演出してみてください。きっとあなたの絵の魅力をぐぐっとワンランク引き立てることができると思いますよ。また今回は主に演出方法について多く語ってきましたが、もっとキャラクターを魅力的に見せる演出方法が知りたいという人もいると思います。そんな時にはこちらの動画、プロ直伝絵がうまく見えちゃう構図教えますもおすすめです。魅力的な演出方法を知って自分の絵の見栄えをぐぐっと引き上げちゃいましょう。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。